皆さんこんにちは、ルリコです。私完全に乗り換えました。今回は DJI Osmo Action 4と GoPro Hero 12を比較してみたいと思います。以前ご紹介したこちらの DJI Osmo Action 4の紹介動画を上げてからね1ヶ月経ちましたので、ずっと私が使ってきた GoPro とこの Action 4の比較動画を出させていただきます。 YouTube の元グロブ動画ではですね、こういった顎マウントと言われるここのヘルメットの顎の部分にカメラを装着して走行動画、そして音声の入力を行っております。でそのカメラはですね、今までこちらの GoPro ですね、もう何台使ってきたんだろう、もうずっと GoPro 使ってきました。だから顎マウントのカメラって私の中では GoPro 一択っていう風になってたので、全然他のカメラ使ってなかったんですけど、だけど今回この黒船襲来ですよ、この DJI の Osmo Action 4、これ使ってからもう戻れないんですってぐらいめちゃくちゃいいので、改めてこの2台でですねちょっと比較をしたいと思います。はい、ではカメラのねディテールを簡単にご紹介します。まず見てわかるのが大きさの違いですね。アクション4の方が一回り小さいです。で横こんな感じで、両者とも後ろにはディスプレイがあります。はい、横こっちですね。ちょっと GoPro の方は音声を取るにあたって蓋があると取れないので取っちゃってます。それはこっちも一緒かな。はい、で下がこんな感じで、操作方法はね両者とも同じで、電源をつけます。はい、つくタイミングは同じぐらいでしたね。で GoPro の方はですね、ここは特にタッチ画面ではないんですけど、こっちのアクション4はこのように前面の方でもいろいろ操作ができます。この録画開始ボタンを押せばボタン操作一つで録画開始することができます。じゃあこの速さにご注目。せーの。だいぶ今違ったの分かりますか？ DJI の方が開始するまで 0.3 秒、こっちは何秒かかかりましたね。速さっていうのもいいポイントです。今撮りたいって時に瞬間的に撮ることもできます。パッケージ、金額ですね。まず DJI Osmo Action 4、今回私はこのアドベンチャーコンボというものでたくさんねアクセサリーが入っているものなんですけど、もし本当に最低限でいいんだっていう方はスタンダードコンボというものもあります。カメラ単体、バッテリー、そして保護ケース、そしてその他ベースとかのアクセサリー関係ですね。ここに写ってないものもあります。でこの保護ケースに関してなんですけど、これね正直使わないです。これ何に使うかっていうと、最近流行りの縦動画を撮りたいって時にこのマウントがつけられるよっていうものなので、これがなくてもこれマウント自体はこうやってできるんで、横動画撮る人にとってはこれで十分ですね。で今回私がこの Osmo Action 4を揃えたのがアドベンチャーコンボっていうものなんですけど、これだけたくさんアクセサリーが入って6万と500円ですね。で特にこの中ですごいありがたいのがこの多機能バッテリーっていうものなんですけど、これがバッテリーケースになってて、こんな感じでバッテリーを入れて一気に充電することができます。このタイプ C で充電できます。こんなにアクセサリーいるのかって言われると、正直私実際使うのここがあれば十分かなとは思うんですけど、このね多機能バッテリーとバッテリーをねこれ揃えようとすると 17,710 円かかっちゃうんで、ってなるとこのアドベンチャーコンボ買った方がお得です。どうしようって悩んだらこれ買った方がいいと思います。一方 GoPro 12ですね、こちらは私はベーシックなもので揃えたんですけど、このカメラ単体やあとはベース関係、あとバッテリーですね。でこのセットで公式のページ見てみたらですね、定価だと 62,800 円だったんですけど、値引きで 47,400 円になっていました。アクション4と同じようなセットでいうとアクセサリーセットっていうのがあったんですけど、このセットプラスバッテリーが2個ですね。であとは自撮りのマウント、ヘッドストラップ、携帯用ケースっていうのが入って 55,400 円でした。パッと見の金額だけ見るとこっちの GoPro の方がお安いんですけども、よくよく中身の方を見ていくと圧倒的にこっちの Osmo Action 4の方が充実した内容となっております。今
今紹介したこのセットだけでは足りないものが1個あります。それは顎マウントする時に音声を一緒に入れたいっていう方は外部アダプターというものが必要になります。でこの外部アダプターがですねかなり違いが出てきまして、まず DJI の方はこういった細いコード、こちらで大丈夫です。一方 GoPro の方はこのようなメディアモジュラーというものが必要になってきます。じゃあこれの金額はどう違うかというと、こっちが2480円、こっちが12800円というわけで、両者とも最低限元ブログをするにあたって必要な金額っていうものが、このアダプターも合わせてアクション4の方は46,480円、GoPro は60,200円というわけで、初期費用かからないのはこっちの DJI Osmo Action 4です。はい、続きまして装着方法です。今回の装着方法はヘルメットにこのように顎にカメラを装着する顎マウントとしての装着方法のご紹介となります。そして先ほどもご紹介した通り、音声も入力する場合は外部アダプターというものが必要になります。アクション4はこちらのボーヤのオーディオアダプター、そしてヒーロー12はこちらのメディアモジュラー、こちらが別途必要になってきます。装着方法はまずアクション4はタイプ C のところにこれを挿すだけです。一方 GoPro 12はこのメディアモジュラーに、はい、ここですね、これを入れ込んで完成。では実際にこの状態で重さを測ってみましょう。はい、分かってはいたけど GoPro はやっぱ重いですね。はい、それではアクション4をね装着してみます。ここの部分っていうのは Amazon のとこでヘルメットマウントとかでやれば検索で出てきます。アクション4のベースですね、これをまずここに固定します。裏がマグネット式となっておりますので、ここにカポ、はい、これでおしまい。取れません。取るときは同じくこんな感じで、このちょっとマグネット吸い付かれる感じわかるかな。これなので取れません。簡単です。端子をつなげればこれで OK。 はい、では今度は GoPro 12を装着します。カメラ自体にですねこういう、マウントできるこんなのがついてますので、これをそのままスポッとはめるだけで、メディアモジュラーもこれで OK。 ちょっと大きいですね。はい、続きましてバッテリー交換についてです。1日撮影で使うとなると一度はねバッテリー交換が必要になることもあるんですけど、顎マウントにした状態でバッテリー交換が必要になった時に何が起きるかやってみたいと思います。はい、ではまず GoPro だった場合、バッテリーがですね中に入ってしまってます。このネジを外して取って、これをメディアモジュラーを外して、でこのバッテリーにやっとたどり着けます。じゃあ逆も入れて、ネジは入れて、はい、こんな感じ。ではアクション4の場合ですね、まずそもそも外さなくても側面にバッテリーが収納されているので、もうこのまま取り外しが可能です。それプラスクイックリリースなので、そもそも取り外しも簡単です。いちいちネジを外したりとかそういった必要はありません。これはね、例えば友達と走ってる時とか、ちょっと友達に待ってもらってバッテリーを交換しなきゃいけないなんて時にあわあわしちゃってね、ちょっと待ってね、ごめんねって言ってる中でやると大変申し訳ないんですよでちょっと焦っちゃったりとか、そういうこともあったりするので、もう DJI は本当に助かってます。はい、続きまして映像比較、音声比較です。こちらは外部アダプターでマイクをつないで、イヤホンはヘルメットの中に入れている状態です。私が今ちょっと喉の調子が悪くてですね、声質が悪いかもしれません。これは音質のせいではありません。私の声質のせいです。はい、それではこちら GoPro 12の走行動画となります。画質は一番いい 5.7K です。画角も一番広い画角にしております。
緑が綺麗ですね。こんな感じでございます。暗いところの違いとかもぜひ見てほしい。この悪いところに出る感じもね、要チェックでございます。はい、というわけでここまでねちょっといいことばっかり言ってきちゃったので、ちょっとね私が使ってて気になる点を2点お伝えします。1つ目は取り始めのボタンがこれ若干ねOSMOアクション4の方が小さいんですよね。なのでこれちょっとね GoPro に慣れてしまってるとボタン探すので最初苦労しました。2つ目は編集してると分かるんですけど、この外部マイクに切り替わるまでのラグがあるんですよね。たまに最初の方に喋ってた音声が取れてないことがあるので、これはねちょっとどうにかしてほしいなと思います。ほんとこの2つだけでこのアクション4に切り替えてから、2ヶ月ぐらいみっちり使ってはいるんですけど、一度もエラーで撮れなかったことはないです。もう GoPro に関してはもう何度この音声データが取れてないとかそういうことで編集する気をそがれたか多分ね動画編集者の方ならわかると思うんですけど、もうそれだけでやる気なくなっちゃうんですよね。ほんと何回これをぶん投げようかと思ったか。当たり前なんですけどちゃんと撮れてるって本当に大事なことです。やっぱりその瞬間っていうのはその時でしか撮れないですからね。というわけでこれから機材を揃えるって方にはもう絶対こっちがおすすめです。多分私もこの GoPro の方がすんごい革新的な進化をしない限りはもうこっちで生きていこうと思います。はい、それぐらいおすすめなので参考になれば嬉しいです。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。When you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?